ます。マジで怒ってる。なんで怒ってるかっていうと、包協って言われすぎて怒ってる。めちゃくちゃムカつく。本当にあんまりこんな荒立てないんだけど、そもそも私めちゃくちゃ努力をしてきたわけですよ。バストアップに関して。それを私のことを知らない人が包協って決めつけてるのはおかしいと思う。私がインフルエンサーだからとかそういう話じゃなくて、生きてて友達にもそれしてんだろうなって思う。勝手に決めつけて悪い噂を流してる人なんだろうなって。自分の価値下がるからね、マジで。やめた方がいいと思います。っていうのはすみません、言い過ぎました。それしょうがないよね。新しく入ってきた人たちだし、バストアップっていうのはすごくナイーブな部分というか、嘘を発信する人たちが多すぎたよね、今まで。バストアップに関して。騙され続けた方たちだよね。バストクリームとかさ、バストアップサプリとかさ、高いの買わされて変わらなかったっていう人たちだと思うし、バストアップする商品って言いながら、実はその人が包協だったとかね。確かにそのバストに関して嘘の発信者が多すぎたっていうのがあるから大前提。しょうがないよねとは思うけど、やっぱりね、言われすぎたら傷つきます。普通に。まあでもいい風に捉えるとそれぐらい変わってるってことなんだなとも思うし、ここに信憑性を私が増せば、バストアップサロンもいらず自宅でバストアップが誰でもできちゃう。誰でもできるようになっちゃう。世の中を私が作れるわけだから、自分の心を抑えようと。まあ今日、急遽動画撮ったのが、ツイッター荒れてるんですよ、私。めちゃめちゃ。これに関しては、私が言葉足らずだった。今回、私が信憑性増しに来ました。動画撮りに行きます。なんと、包協の名門医のマイケル先生が協力してくれて、私の体を隅々まで見て、忖度なく、包協なのか、シリコンバッグとか、脂肪包協なのかとか、全部見て、この人は包協です。っていうのをもし私がしてたら、ちゃんと言ってくれる。っていうのをアポイント取ったんで、行ってきます。1月22の、21時。マジで急遽撮ってるから、後日行ったんで、VTR、見てください。私が包協か、包協じゃないのか、最新バージョン。どうぞ。じゃーん、マイクで来ました。2年間予約が取れない東京で有名な先生がいるという噂のマイクリです。でちょっとマイケル先生っていう先生なんですけど、ちょっとご挨拶行きましょうか。はい、マイクリのマイケル先生です。こんにちは、よろしくお願いします。はじめまして。はじめまして、よろしくお願いします。2年も東京の施術の予約が取れないと噂で聞いてご紹介してもらいました、私は。すいません、ありがとうございます。はい、実際施術したお友達もいて、マイケル先生に。本当ですか、ありがとうございます。2人ぐらいいるんですけども、すごい好評で、とっても優しい方ですね。とんでもないです。ありがとうございます。マイクリはバスト専門なんですかね。そうですね、ボディの専門のね、クリニックになりますね。ボディの中でも、お胸の施術がほとんどですね。よろしくお願いします。よろしくお願いします。本日はお忙しい中、ありがとうございます。お願いします。ここに一旦置かせてもらって、これ、どかしましょうかね。ごめんなさい。マイケル先生、優しい。いや、そうだ。そうです。今回、私、悩みが、自力でバストアップをしたんですよ。SNS で発信をしてるんですけど、そしたら、ね、みんなが、絶対包協でしょって言われていて、マンモグラフィーだったりとかをしたんですよ。そしたら、それでも、シリコンバッグとヒアルロン酸は映るけど、脂肪包協は映らないっていう風に今言われていて、どうしようってなった時に、マイケル先生をご紹介してもらって、今回、見れるのかなっていう、なんかあるんですかね。そうですね、マンモグラフィーだけじゃなくて、機械を用いた検査だとエコーの検査なんかもあります。エコーでも完全に分かるってわけではないんですけども、脂肪がないところに脂肪があったりとかする可能性があったりとかすると、まあそれは違う所見になりますね。あとは脂肪注入ってなると必ず脂肪を取らないといけないので、取ったっていうところがどこかにお傷は本当に細かいんですけどつくはずです。あとは注入する際にも傷は必ずつくはずなので、そういったところからも大体は推測できるかなとは思います。ってことは今回その傷を見ていくっていう感じですかね。そうですね、傷もまずは見させてもらって、もしあれだったらエコーも見れるので。いいんですか？もちろんです。ということで今回はその脂肪包協なのかっていうのを傷とエコーで見てもらってみます。お願いします。はい、マイケル先生、こんにちは、よろしくお願いします。優しい。そんなことないです。はい、そっか大変ですよね。日本で一番人気の包協の病院、マイケル先生です。すいません、ちょっとそんなこんなところから今のはドキドキ。なんかもうね、逆にね、言われすぎてマジでやってんのかなって思っちゃうのよ。本当に。そう、なんかもしかしたらやっててその記憶だけ飛んでんのかなとか、それのレベルでもう言われすぎて自分でも分かんなくなります。今回怖い。私もドキドキなんでやねんですけど、それぐらいね、人の言葉っていうのは重たいですね。バイバイ。着替えます。じゃーん、着替えました。なんかね、ここ専用のね、バストのやつとガウンを着てやるみたいです。多分施術する子もこういうの着るのかな。初めてだからなんかワクワク。行ってきます。
はい、オペ室に来ました。ここでオペをしてるんですね。はい、すごい。で、これ質問なんですけど、その脂肪包胸の傷跡っていうのはどこを見たらわかるもんなんですか？だいたい7ミリぐらいの傷がこれぐらいか。そうです。もう本当にこのくらいの傷なんですけども、普通の方が見るとちょっと分かりにくいと思います。形成外科といって傷の専門でもあるので、僕だったら分かる自信はありますね。おお、さすが。そんな。じゃあ今から傷を見てもらいます。はい、じゃあすいません、失礼します。はい、じゃあ前開けていただいて、まず足のもからチェックしますね。はい、ちょっとごめんなさい、失礼しますね。そうなんですよね。もうないですね。おお、あとはそうね、エコーかしら。おお、傷はクリア。体の脂肪吸引もやってないのも今。そうですね、やってないとは思いますよね。はい、ありがとうございとんでもます。ないです。今からエコーを取ってもらいます。うわ、めっちゃライトがいい感じだ。肌が綺麗に見える。ちょっと冷たいかもしれません。はい。ちょっと上からごめんなさいね、失礼しますね。はい、表面から見るとここが脂肪で、はい、ここが乳腺です、この黒いのね。はい、でこの下にあるのが大胸筋なんですね。結構あるのが、例えばこの乳腺の下に多少脂肪がある方もいらっしゃるんですけど、脂肪注入してると結構ここにしっかりと脂肪があったりとかする方もいらっしゃるんですけども、ないですね。ちょっと左も失礼します。はい、ごめんなさいね。お願いします。これが乳腺ですね。でこの下に筋肉があるんですよ。注入直後とかは入れた脂肪の色もですね、少し違ったりとかもするんですけど、そうなんですね。そういう所見もないですね。大胸筋内にもそういった脂肪がある感じが一切ないですね。脂肪注入したら大胸筋にも脂肪が入るんですか？もう結構入れます。すごっ。ミルフィーユみたい。そうそう、ミルフィーユみたいに入れるんです。あ、これ大胸筋はね、結構これですけどね。ちゃんと。でも結構大胸筋熱い方ですね。だって鍛えてる。あ、そういうことですか。そう、鍛えてもバストアップを。なるほど。乳腺科の先生だったらもっとしっかりと分かるんですけど、形成外科の観点から見ても所見はちょっと見られないかなとは思います。脂肪注入した所見ですね。わーい。見られないと思います。大丈夫そうでしょうか。はい、ありがとうございます。はい、終わりました。脂肪を入れた後の傷跡のチェックとエコーのチェック、2つ終わりました。マイケル先生に診察してもらったんですけど、どうでしたか？まず傷跡は全然見つからなかったですね。エコーも僕自身は乳腺科じゃなくて形成外科なので、完全な診断とは言えませんけども、そういった脂肪注入されてるなっていう所見はちょっと見当たらなかったかなとは思います。ありがとうございます。先生が見て加藤の自力バストアップしての大胸筋鍛えたりとかマッサージしたりとかなんかいろいろ頑張ったんですけど、形的にもなんかどうなんですか？さっきエコーの所見見させてもらうと、まず大胸筋が結構厚い方だなって本当に思いましたね。普通の方よりもちょっと厚いなっていう感じがしました。お胸の形、大きさっていうのはいわゆる乳腺と脂肪と、もちろん大胸筋のそのベースにあったりとか、あとは肋骨の形なんかも影響するんですけど、かなり大胸筋は分厚い方だなと、いい意味でですね。だからそれがお胸にもしっかりと影響してるかなと思います。鍛えてるからやった包胸の施術をしてるじゃないですか。自宅でバストアップをしてるんですけど、その自宅でのバストアップっていうのは叶うと思いますか？先生的には。乳腺そのものの大きさっていうのは二次成長の段階で止まるんですけども、その他の要因っていうところを何かしていただくと、大きくなるんじゃないかなとは思いますね。もちろん姿勢もお胸の大きさとしてはすごく関わってくるところですし、姿勢良くないと血管も流れるから栄養もバストに行きますもんね。そうですね。多分包協した後の子たちもそのケアってめっちゃちゃんとしなきゃじゃないのかなって私は勝手に思ってるんですけど、どうなんですかね？脂肪の場合だと最初入れた直後っていうのは脂肪の生着のためにはなるべく安静にしていただくといいんですけども、その後のケアとして特に姿勢なんかは胸の見え方にはすごく関わってくるかなと思うので、そういうところはやっていただくのはすごくいいかなとは思います。おお、ちょっとすいません、マイケル先生のピントが合ってない気がするんだけど。ぼやける人かもしれない。やめてください、そんなことないです。せっかくだからマイケル先生のこの優しさを。違う、そんな本当に顔として認識されないんで。違うじゃあ、あと私が聞きたいのは3つと、その後包協多分したい子もいるので、私からの質問で、後から多分マイケル先生のチャンネルでもちゃんと来ると思うので、でもこっちでもサクッとちょっと質問してもいいですか？もちろんです。まずバストって揺らさない方がいいのかっていうのを私動画でめっちゃ言ってるんですけど、先生的にも揺らさない方がいいと思いますか？これは間違いないと思いますね。クーパー靭帯っていう靭帯がお胸の組織を維持する靭帯だったりとかするんですけど、重力に従って弱くなると、やっぱり下垂した胸に近づいたりとかするので、揺らさないのはすごく大切なことかなとは思います。切れちゃったらやっぱ戻らないっていうのは本当なんですか？そうですね、基本的に靭帯っていうのは伸びちゃったらもうちょっとなかなか戻ることはないかなとは思います。
ますね。なんかマイケル先生で戻せない。人体そのものは再生はできないですね。コラーゲンやそのエラスチンを取るとちょっと張りは出るっていうのは言われてるんですけど、それはどう思いますか？確かに構成要素の一つではあるので、多少はそういったところでは効果はあるかもしれないですよね。あと食事で大きくなるのかっていうのをみんなすごい疑問を抱いてるんですよ。私はなったんですよ。マイケル先生的にはどう思いますか？間違いではないとは思います。なんでかっていうと、結局お胸のこの張り感っていうのは女性ホルモンによって乳腺がこう大きくなったりするので、女性ホルモンの関わりがあるような食物を取るとそういったところには影響あると思います。まあよく言われてるのは大豆とかですよね。そういったものは非常に影響あるかなとは思います。やっぱ卵巣が元気になって女性ホルモンが出る食事をしたらいいですよね。いいかもしれないですね。多分みんなが悩んでる、みんなが疑問に思ってる多分質問をバスト専門のお医者さんにね聞けて、私はすごく満足だし、みんなも結構満足なんじゃないかなと思います。ただ放棄してるかしてないかで今日マイケル先生にお世話になったし、みんなにも放棄してないよってすごい発信してると思うんですけど、私いつも言ってる通り、放棄手術を反対しているわけじゃなくって、いろいろやってから最終手段のお守りとして取っておくのはすっごくいいと思うっていう、その前にリスクとか怖いとか痛いとかお金面とかケアもすごく大切だしっていうので、やれることをまずやろうよっていうので発信をしてます。もちろん私も今後グラビアアイドルさんみたいに爆乳を経験してみたいと思ったらマイケル先生に頼むと思うし、反対意見じゃないっていうのはみんなに知っておいてほしいし、悩んでる子もねいると思うんだよね、動画で。なんで今ちょっと質問します。もっと詳しいの知りたい方はマイケル先生のチャンネルで動画も上がるので、そちらを見てもらえればいいかなと思います。これちょっと私帰ってきたんで、みんなが悩んでる結構 DM もらう内容質問してもいいですか？はい。うわ、ごめんなさい。大丈夫です、大丈夫。未然にしときました。すみません。さすが。いやいや、そうです。じゃあ放棄について質問なんですけど、リスク、これ一番多分みんな気にしてると思うんですけど、入れた後の10年後とかもそうだし、やった後すぐもそうだし、2つのリスクを気にすると思うし、私も気になります。これってどうなんですかね？バックなのか脂肪なのかにもよると思うんですけども、バックはよく10年で入れ替えないといけないっていうふうに言われてたりとかするんですけど、実際はそうではなくて、原則壊れちゃえば入れ替えてあげないといけないっていうのは分かりますね。あとはバック特有のリンパ腫が起こるっていうことも分かってはいるんですけども、まだ完全には分かりきっていないというところはあります。ただバックスそのものっていうのはちゃんと学会から認められた施術であるので、そういったリスクもあるとはいえ本当に少ないとは思います。脂肪注入についてはもちろんこれも学会から認められているものではありますね。リスクとしては入れ方が悪かったりとかすると、結局しこりができたりとか、ちゃんとしたやり方でやってあげないとそういうリスクはあるかなとは思いますね。やった直後のリスクはあるんですか？よくあるのは内出血とか感染って呼ばれるものはこの手術のリスクではあるかなとは思いますね。ただその感染率とかっていうのも非常に少なかったりとか、なるべく早くそういったところを見るとですね、何もなくお過ごしいただけるので、やっぱり早期発見させてもらうためには経過観察をさせていただくと、内出血に関してもちゃんとした処置ですね、バックの場合ですけどもさせていただくと、そういったところは全く問題ないかなとは思いますので、きちんと経過観察をさせていただくこと、これはすごく重要だと思ってます。マイケル先生めっちゃ経過観察してくれそう。もちろんそれはね、させてもらいますね。シリコンバッグの破裂とか私は今気になっちゃったんですけど、次のマイケル先生の動画で詳しく話してくれると思うので、それは後から聞いてみましょう。破裂とかあるんですね。破損ですね。破損破裂しちゃうとね大変ですけどそうです。あと痛み、これ気になります。入れたすぐは痛いのか、いつまで痛いのか、大丈夫になった後走ったりとか、運動したら痛いのか、この3つ気になります。これもバックか脂肪でも変わるんですけど、バックの場合は 2,3 日ぐらいは特に重い痛みがあるかなと思います。1週間ぐらいすると大体皆さん全然お痛みはなくお過ごしいただいてるかなと思いますね。もちろんダウンタイムが少なくなるような施術をしっかりとさせてもらってるので、1週間ぐらいで大体良くなりますね。もちろん運動とか1ヶ月ぐらいだとまだやっぱりこうジョギングとかするとバックのところが下に当たったりとかして少し痛みがあったりする可能性があるので、ダウンタイムに応じてエクササイズというか運動っていうのはしていただくといいかなとは思いますね。神経痛といってちょっとたまにズキッとするような痛みがあったりしますね。これは神経が少し傷ついちゃったりとかすると乳頭が過敏になったりとか、ズキッとした痛みが1ヶ月から3ヶ月ぐらいで良くなってくるかなとは思います。脂肪注入に関して言うと、注入したところの痛みとしては 2,3 日がピークで、これもまた1週間ぐらいでほとんどないと思いますね。痛みとしてはちょっとやっぱり内出血とかあるんですけども、あとは吸引部の痛みっていうのも同じぐらいになってくるかなと思います。僕自身が体験したことではないので、皆さんに聞かせていただくとそういう感じになってくるかなとは思います。
ますね。シリコンバッグ入れた後運動できるんですね。なんか全然できます。できるんだ。めっちゃいい。脂肪注入したらその脂肪が減ったりしないんですか？全然大丈夫です。ちゃんと脂肪注入した後に定着といってちゃんとした細胞として生きてしまえば、普通の脂肪ですから、もちろんこれは運動によって燃焼されると脂肪細胞はちっちゃくなりますね。もちろんそれに応じてバストは小さくなるんですけども、またカロリーをとってその時の体重に戻れば米の大きさはまた脂肪細胞が大きくなるのでまた戻るっていう感じになりますね。友達で4回脂肪移植をしてた子がいて、減るんだって思ってたけど定着の仕方で変わるんですね。そうです。定着してしまえばもうご自身の脂肪なので体重の変化、生理的な変化によって大きくなったり小さくなったりするとは思いますね。ちょっとマイケル先生のチャンネルで定着のコツみたいなのも教わろう。気になる。ぜひぜひ。はい。あとは値段、いくらですか？シリコンバッグでも脂肪注入でもちょっと違ったりとかするんですけど、シリコンバッグだとこのくらい、はい、ハイブリッドだとこのくらい、脂肪注入だとこのくらいになってくるかなと。なるほど。しかもシリコンに脂肪をやる人いますよね。そうですね。それはハイブリッドっていうんですけど、それがハイブリッドなんだ。シリコンと脂肪を用いた施術っていうのがハイブリッドっていう。何カップぐらい上がるんですか、ハイブリッドは？バッグで大まかな大きさを作るんで、バッグの施術に依存するんですけど、大きさの幅ですね。でもう全然 4,5 カップももちろん、その方の皮膚の伸び具合にもよりますけどね。場合によってはもっともっと大きくしたい方は一度バッグを入れてちょっと皮膚が伸びてからもう一度もっと大きいものを入れるっていう方もいらっしゃいますね。僕のところでも最初は300-400cc ぐらいのを入れて、2回目が800ぐらいのねバッグを入れられた方もいらっしゃいますね。国だ。すごいですね。ありがとうございます。もう最後、放棄した後に気をつけること、これだけは気をつけなさいっていうのありますか？例えば脂肪の場合は定着してしまえばご自身の細胞なので何も気にしなくていいんですよね。痩せたらやっぱ減りますね。そうですね。食べない日が続いて、そうするとやっぱり他の部分と同じようにボリュームは減ってきますね。シリコンの場合だと基本破損はしないんですけども、どこかで破損がないかのチェックっていうのは5年10年っていうスパンになりますけど、受けていただくといいかなとは思いますね。マイケル先生の病院でやったら5年10年後もマイケル先生でもできる？もちろんです。うちでエコーの診察、先ほど受けていただいたようなものっていうのは生涯無償でさせていただいてます。すごい。それすごい。めっちゃいい。ありがとうございました。私も放棄したいなと思ったらお願いします。はい、できます。お願いします。ありがとうございました。放棄じゃないからね。よし。放棄じゃないでしょ？放棄じゃなかったでしょ？まだ私今言ってないけども100% 放棄してないんで、放棄じゃないっていう VTR が流れてると思います。放棄じゃないでしょ？これでも言われんのかな？言われるんじゃない？新しい人はやっぱ分かんないよ。最近見始めた人とか。この動画見たらいいじゃん。この動画を見たその3ヶ月後だか半年後には分かんないよね。また新しい人ってこと？難しい世の中。でも、放棄じゃないんで、放棄言うのはやめてください。もう私の友達を不安にさせるのをやめてほしい。そもそも。私が言われるのはいいんだけど、私は、それぐらい変わったってことか、Thank you って思えるけど、一番はマブピナたちなんで、その子たちが不安にさせるようなことを言わないでほしいなって思います。だって3年前も撮ったよ、放棄じゃない動画。ぺっしゃんこになってバスト。カレーパンみたいなね。そうだよ、カレーパンみたいなんだよ。バストぺっちゃんってしてさ、撮んのよ、レントゲンを。もうあれ痛いわけですよ、本当に。自分のお胸もかわいそうですし。やめてください。今回マンモグラフィー私やったのかな？わかんないけど。ちょっと不安にさせることを言うのはやめてほしいっていうのと、今回、私がね、さらに炎上してる件があって、Twitter で。言葉足らずだった、これは。でも噛みついてくるハイエナのような医者もどうなんとは思いますけれども。言い過ぎか。私のことも知らずにさ、言ってくるからさ、私が骨の位置も変われば脂肪の位置も変わるって言ったのよ。これが大炎上。めちゃくちゃ引用リツイートで、脂肪の位置なんて変えられないからっていうのを、お医者さんたちだったりとか、一般の子たちが引用リツイートで、炎上したんだけど、多分だけど、その人たちが言ってるのは、太ももの脂肪を胸にとか、背中の脂肪を胸にとか、下っ腹の脂肪を胸にみたいな。それはできないよっていうのを多分言ってくれてると思うんですよ。多分そうだよね。多分ね。確かにそれは私がもうめちゃくちゃ言葉足らずだったなって思う。これは不安にさせちゃったマブピラのみんなもそうだし、新しく見に来てくれようと思ってくれた人たちもそうだし、もうそのお医者さんたちもすいません。言葉足らずでした。これからその信憑性を増すような発信を心がけるのをもっと意識する。説明させてほしい。私のメソッド、今度発表させてもらうんだけど、だから言葉をちょっと伏せ気味に言っちゃったっていうのもあるんだけど、私のメソッドは脂肪をモリモリにつけて、おっぱいを大きくっていうのではなくって、
って胸に整えるって書いて矯正っていう言葉を商標登録をしてる途中なんだけど、私のメソッドを作りました。何かっていうと、私のメソッドはバストの形を綺麗にして大きく見せる。ビチチにする。ビチチにすれば B カップでも C カップでもめちゃくちゃ大きく見えるから。形フォルムがめっちゃ綺麗だと。それをすることによって血行とか流れたりとか、体のエラーが治って滞ってた部分がなくなって栄養が運ばれやすくなって、私は実際にバストアップをしたんでっていうメソッドを私は発信してます。で、これさ、フッキー先生がさ、フッキー先生は私が脱毛でお世話になってる10年ぐらい麻酔の専門医で超真面目にやってた先生で、とってもすごい先生なんだけど、その先生がよく脱毛行ってるからさ、そこで言うわけ。私のメソッドはみたいな感じで、その話を聞いてくれる優しい先生がいるのね。その先生がツイッターを見て、言葉足らずだよこれはって言って、わざわざ画像をね、生成してくれたの。で、多分私の言葉足らずをカバーしてくれるツイート出してくれたんだけど、この画像を作ってくれて、もうこれなんですよ。私の場合はこの胸郭をきれいに丸くする。丸くするには、体の骨の歪み、バストの一番土台になるのが胸郭っていう胸のカゴの骨って呼んでるんだけど、まん丸にするんですよ、私。まん丸にして、中に眠ってるインナーの下のインナーの筋肉を起こさせて、呼吸も入れさせて、体の骨ごと戻して。だから、歪みが戻る分、下に下がってた脂肪が戻って、うっちゃえばくびれもできるし、バストのここも張りもしっかりできるしっていう意味で脂肪の位置を変えるって言ってます。1ヶ月ぐらい続けるとエラーも戻りにくくなるんで、しっかり綺麗なボディライン作れます。これ私が実践してるし、柔道整復師さんや鍼灸師さんとか医学療法士さんの資格を保有者の方たちにしっかり見てもらった理にかなったメソッド、根拠のあるものからしっかりやって自分でちゃんと実践して、食事も一からめちゃくちゃ気をつけてしっかりバストを変えてるんで、これで私は変わった。だから発信してます。詳しくはまだ発表の時にちゃんと言いたいから言えないんですけど、そういう意味で脂肪の位置を変わる言いました。言葉足らずだったのはごめんなさい。これ私のさ、バストの写真って貼っていいの？裸の写真とか。写真によるけど。これ。いやー、きつくね。バンされんじゃない多分。いや、きついと思うよ。ちょっと今、お兄に聞いたら、きついなって言われたから、あとバンされちゃうね、YouTube 上だと。なんでこれやっぱメンバーシップで発信します。私の同じ下着で撮った写真と裸の写真2つあります。誰に見せても 100% 変わってるってわかる嘘なしの加工なしの画像なんで、私はこれがあるんで超強気。そう見せたくないけどね。いや、当たり前よ。本当は見せたくないし、放狂してないってお医者さんに裸見せんのも嫌だし、胸についてこんな発信するのも嫌だよ、マジで。嫌だよ。でも、困ってる女の子が多すぎるし、高すぎるし、バストアップサロン。1回3、4万すんのよ。うわ、家でできんのになってすっごい毎回思うのね。私研究のために結構いろんなお店行ったんだけどさ、だし、嘘の発信者多すぎるインフルエンサーさん。これは、やっぱ自分が発信者っていうのもあるし、自分が商品を売っている身、経営してる身でもあるから、嘘ついてお金儲けをしてる人が本当に許せない。結構言葉きつくなっちゃうかもだけど、これ私の中の信念だし、稼ぐにあたっての自分のルールなのね。すごく許せない。私はその世の中をマジで変えたいと思ってるから発信しようって決めてるし。世の中広いな。どういうこと？世の中変えたい気持ちで頑張ってるよっていう。こうやってね、喧嘩するんですよ。鬼って INFJ だから、みんなの気持ちを汲み取って、言ってるいいところでもあるけど、ちょっとネガティブかなって思います。世の中変えても絶対嘘つく人いるに決まってる。あ、違う。あ、そういうこと？じゃあ私は世の中のインフルエンサーを変えたいんじゃない。もう人を変えるの 100% 無理なのよ。この発信者の人を変えるのは無理なの。その人の目的があるから、お金儲けとかもそうだし、承認欲求とかわかんないけど、私が言いたいのは、騙されてきて悲しんでる人たちを変えたい。その人たちがまた信用できるって思う一歩踏み出してほしいっていう意味で言った。信じられない世の中になってきてしまっているわけじゃん。傷ついて信用できなくなっちゃってる子たちを、信用したいなって思ってもらえる一歩目の人でありたいなって常に思ってる。そうなるために絶対に今後も嘘つかないし、商品を売るならば、発信するならば、ウィンウィンの関係で絶対にいようっていう自分のマインドは変えないです。韻律とかで、結構言われちゃってるけど、その子たちの気持ちももうめちゃくちゃわかるんで、自分自身も。じゃあ私は信頼できる発信を頑張るわっていう感じで。なんでマブピナたちも心配しなくて大丈夫。私かばってくれてるマブピナもマジでありがとう。でも、どうしても信じられない人いると思うんですよ。もうその人はいい！やんなくて。自分の信じたいもの信じたらいいと思う。ここまでして、うだあだ言ってる人はやらないと思うしね。うだあだって聞かないけど。ああだこうだでしょ。やっぱ大前提、マブピナが不安になってるから絶対今いろんな人の意見でその子たちを安心させたいっていうので今回動画撮りました。すっきりピューって感じ。やばい。
なんか縁起悪い。フットネイル取れた。いや、でもいいね。いいタイミング。フットネイル予約しよう。最後まで聞いていただき、ありがとうございました。私のメソッドの発表まで、めちゃくちゃ準備してるから楽しみにしててください。もう食事管理も徹底するんで、みんなの。ということで、じゃみんなヤッホー。なんと、私が組んだガチ痩せメニューが探さなくてもそのまま飛べちゃうサイトができました。概要欄に書いておくから、ダイエットの効率をさらにもっと上げるために、ぜひ使ってみてください。でさ、みんなってインスタやってる？みんなのね DM 返したりいいねしに行ったりできるから私めっちゃインスタ好きなんだけど、レシピとかウェアとか美容についてたくさんアップしてるからぜひ覗きに来てみてください。それではおつひなバイバーイ。